こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画に関する動画や絵のメイキングをアップしています。今回は水彩絵の具の塗り方、混色と重ね塗りについてお話しします。同じ色でも混ぜるか重ねるかで結構違う見え方、仕上がりになってきます。混色と重ね塗り、それぞれのやり方や特徴を一緒に見ていきましょう。使っている画材の詳細は動画の説明欄をご覧ください。まずは混色と重ね塗りのやり方を説明します。赤、黄、青の3原色を使ってお見せしますね。混色は文字通りパレットの上で色を混ぜてから塗ります。そして重ね塗りは一度塗って完全に乾かしてから上に別の色を重ねます。異なる色のレイヤーを2枚重ねているイメージです。混色は色を混ぜてから塗るので1回の塗りで済みますし、手早く直感的に取り掛かることができます。パレット上で好みの色になるまで調整することもできるので、じっくり色を作りたい場合にもおすすめです。一方で、のっぺりと均一な色の見え方になりやすかったり、3色以上混ぜると色が濁ってしまうことがあるので、そこは注意です。重ね塗りは1色ずつ重ねて表現するので、透明感を保ちながら色の奥行きや深みを出すことができます。一方で、乾かしてから塗るので少し手間がかかります。ドライヤーを使うと時間短縮になります。色の重なりが偶然の美しさを生み出すこともありますし、実際に塗ってみないと最終的にどんな色になるのかちょっと分かりづらい部分もあります。またこれは使っている紙にもよりますが、下に塗った色が溶け出して紙の上で混ざってしまったり、何度も重ね塗りをすると紙の表面が毛羽だったりムラになりやすくなることがあります。混色も重ね塗りも狙った効果を出すために、一度紙の切れ端などに試し塗りをしてから臨むといいと思います。これ結構私のおすすめのやり方です。混色は一度で色を作れるので、はっきりした色合いが欲しい時とか、さっと塗りたい時に便利です。重ね塗りは透明感や色の奥行きを表現したい時に使うのがおすすめです。ご自身の好みや表現したイメージに合わせて使い分けてみてください。ということで今回は水彩の混色と重ね塗りについてお話ししました。動画良かった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。初心者の方は最初はちょっと難しく感じるかもしれませんが、やっていくうちにだんだん自分らしい色が見えてくると思いますので、ぜひ気軽に試してみてくださいね。同じ絵の具でも描くたびに違う発見があると思います。最後までご覧くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。